こんにちは。おっすおっす。スーパーロボット対戦30縛りプレイ、やっていきます。縛り内容はスーパーエキスパートプラス、改造、精神コマンド、パイロット養成に一部の縛りなどなど。詳細は概要欄を確認するか、#0の動画をご覧ください。ということで前回、南原コネクションに向かい、コンバトラー V と工事の17式を仲間にしました。コンバトラーは氷魔の持つ反骨心が常時発動する関係もあり、数値以上に強そうではある。問題なのは武装追加のためにカスタムボーナスを取得しないといけないので、そんな金が回せるのはいつになるだろうねってこと。さようならグランダッシャー。君の姿を拝める日は来るかな。そして工事の17式は修理装置がついているので、単純に便利。まあ早いところ撃墜数を上げて、マジンガー Z に乗り換えたいですね。さすがに火力不足がすごい。ということで EOS アップデートです。経験値移行発ですね。何から上げるかというと、射撃訓練。全味方機体の射撃属性の命中がプラス10されます。まあさすがにこれかなって。機体改造の資金が安くなるのも欲しいところではあるんですが、それ以上に命中ということで、単純に命中率が 10% 上がるようになるようなものなので、まあ普通に便利です。ささっと格闘の方も上げておきたいところですね。ちなみに今回からサポートも1人増員され、ロペットが増えています。ロペットがありがたいのはパッシブスキルの方。照準値プラス5です。塵も積もれば山となる。少しの積み重ねが命中率につながっていくのです。ということでこれで前のステージから比べて、射撃武装の命中が 15% ほど上がったことになります。少しは必中を使わないで当てられる相手が増えてくれると嬉しいんですけどね。なお今回向かう場所はサンフランシスコ。先に行ってしまうと、出てくる敵はモビルスーツだけなので、多分結局当たらない。上げた命中率3。ニュー香港の未来さんって言うと、G ジェネでボートに乗ってたの思い出すわ。ボートをユニット化して落とされたらゲームオーバーとか正気かってなるやつ。そしてニューガンダムを運用してるとすぐにサイコフレームに気がつくそうです。そんなもんなんか？チートメカニックのアストナージがいるしな。まあ当たらずとも遠からずですね。むしろ大当たりとも言える。悪い。うっそに機体取られちまったわ。ヨナよりうまく扱えるんですものあのスペシャル。まあ何回も撃墜されそうになってますしね。これはみんな危ないって心配するわ。エッジの過去についてはまあそのうち。奇跡の子に同病愛憐れむって言ってる時点で大体察してくれ。ということでいきなりですが出撃です。今回はサンフランシスコ。って言ったけど森ばっかりです。スパロボ13にも一応地形効果がうっすらあります。効果としてはだいぶ小さいんで、あんまり気にしない程度ですが、
それでも命中率だったりに影響してきます。なので今回は敵がモビルスーツのみなことも考えて、奇襲を使える機体を中心に出撃。それ以外の機体はひとまずお留守番気味でいきます。そこまで苦戦することはないでしょう？むしろ一番強い敵だと思ってるんですがそれは。ということでシナリオスタート。敵は識別不明と言ってましたが、ネオジオンです。敵機はすべてギラ動画。エースボーナスとカスタムボーナスで運動性やら回避率やらが上がる厄介極まりない敵です。そしてこのステージには敗北条件がもう一つ。敵ユニットがマップ北端に到達するとゲームオーバーです。なので後ろには誰一人として倒産ってやらないといけません。大変。まずこれについてですが、敵のギラ動画はこちらを優先的に狙ってくる機体と、北端に行くことを優先する機体に分かれてます。見分けはまずできませんが、少なくとも今端にいるやつで、こちら側、要するに内側に来たギラ動画はこっちを狙ってくる機体です。最悪こいつらは無視してもなんとかなります。向かってきてくれるからね。問題なのは今直進した奴ら。この中に北端を目指すギラ動画とこっちを狙ってくるギラ動画が混在しています。わからんわ。とりあえず敵ターンに後ろに回ろうとする敵を優先して攻撃していきます。このタイミングを逃すな。準備いいですか、キャリバーさん。任せろ。アクセスコードグリッドマンキャリバー。俺を使えグリッドマン。グリッドキャリバーエンド。調子づかせては厄介なことになる。受けた恨みは忘れない。出すぎるからこうなる。どこを見ている。相変わらずですがギラ動画 HP 多い。これでいて避ける、火力高い、シールド防御するっていう機体なので、やっぱりどう考えても強いんだよなこいつら。ちなみにビームソードアックスの攻撃力ですが、前回戦ったガラセクトのアックスビームと同じぐらいの攻撃力してます。普通に高いのやめてくれよな。それでいてパイロットのネオジオン兵は底力も持ってます。どう考えても機械銃より強い。ネオジオン残党が大した戦力じゃないとかどの口が言うのか。ということで今回ですが、マニュアル EXP をコンバトラーに装着させています。コンバトラーはまだ重装が必中を覚えていないので、できればそこまでは上げてしまいたい。そのためにも今回は周りを必中持ちで固めたので、サポーターは全部コンバトラーに使っていくぐらいの気持ちで、コンバトラーが戦力として期待できるようになると何が嬉しいかって、強いとかそういう話よりもまず、千鶴が応援使えるのがありがたいですよね。はい。リアンと千鶴の応援2人体制にすることができるので、レベル上げが結構楽になると思ってる。あとはやっぱりずっと言ってるけど、常時発動反骨心が強い。命中回避プラス10、余ダメ 1.1 倍、被ダメ 0.9 倍が常時発動しているので、割とどう扱っても雑に他の機体より強いっていう。ただツインランサーと超電磁スピン以外は絶妙に火力不足なので、その辺はちょっと気になるところですね。はい。超電磁スパーク帰ってきて。さて何機か抜けていきましたね。端の方でそのまま進んでるやつはとりあえずアウト。パープル2に仕掛けてきたやつはなんとも言えないけど、まあ北端目指してたらなんかいたから攻撃しましたって感じだと思うので、次ターンにはこの辺優先して落としていく必要がありますね。
1機を落とすのが大変なので、ちゃんと狙いを絞って1機ずつやっていく必要があります。元優吾とか言っちゃうあたりが、今更どの面下げて戻ってきた以上に、どの面下げてその名前使ってんだよな。そしてブチギレのお二人。これもうお前らただの安室の友達やん。ということでクワトロ隊です。乗ってきたのはフルアーマー百式機。普通にさらっと出てきてるけど、それ完全にお前の蒸気になったんだな。元がモビルスーツバリエーションだっていうことを忘れた人の方が多そう。ということでですが、ニュータイプと見切り、それに加えてプレッシャーを持っています。プレッシャーを持っているので、自分より技量が低い敵には強いです。まあ、そんな敵いないんですけどね。そして覚えてる精神コマンドは加速必中不屈。スーパー系かな？多分過去例にないぐらい精神コマンドラインナップが変わっているです。まあ色々耐えてきましたからね。けじめは自らの手でつけさせてもらう。やってみるさ。直撃させる。ガンダムもどきにも勝てないのか。ガンダムもどきは引っ込んでろ。これで仕留める。直撃をもらわなければ問題はない。一生ガンダムもどきって言われる百式機さんよ。個人的にフルアーマー百式機より普通の百式機の方が好きなんですが、大体いつもただの通過点で対して強くない、むしろ弱いの泣きたくなる。パルスレーザーとか好きなんだけどな。ということでフルアーマー百式機ですが、現在の性能は走行と HP を多くした代わりに運動性が下がった V ダッシュガンダムって感じの機体。射程の長いロングメガバスターが主力武装なので、運用方法はほぼ同じです。なおこの機体はこの後ことあるごとに強化されていくので、普通にどんどん役に立つ機体になっていきます。少なくとも V ダッシュよりは強い。盾を持っていませんが、代わりにビームコートがあるので、対ビーム戦はまあまあって感じ。あんまりビーム撃ってくる機体いませんが。まあ要するに、今はちょっと微妙だけど後々はそれなりに強いよっていう機体です。ぶっちゃけシャアが乗るより他の人が乗った方が強いのはご想像の通り。まずシャアがあんまり強くないはい、ということで百式機は一旦置いといて、北端に向かっているギラ動画の処理について見ていきましょう。まず先ほどパープル2に攻撃してきたギラ動画は撃墜済み。またシャア登場付近にいた、一番上にいたギラ動画も撃墜しており、この離れたところから北端に向かおうとしているギラ動画も残り4500ぐらい。まあもうちょっといい感じにぶち込めば落とせるでしょう。よく見たら右側も結構北端に向かってるギラ動画いますね。一応ゲッターを向かわせたけど、右側の戦力明らかに薄い感じある。ラーカイラムが届くだろうから、ブライトになんとかしてもらいましょうか。龍馬はブチギレ、コウジとブライトは冷静に分析って感じですね。コウジもさっきまでキレてたけど、すぐにそういう思考に移るあたりこれが研究者かって。龍馬さんはいつでもブチギレ。でもブリプス戦役時代に龍馬とコウジがシャアと一緒に戦ってたかって言われるとまあ怪しい。結局はアムロのことを裏切りやがってなんですよね。何このアムロ大好き集団。シャアだけじゃ飽き足らず、コウジと龍馬も追加されました。悪友って怖いですね。さていい感じに防衛ラインを抜けたギラ動画を処理したはずだったんですが、あっさりとまた2機ほど抜けていきました。今度はあの2機を落とさないといけないですね。
中持ち多めに出撃させておいて本当に良かったと思ってる。なお必中持ちとして新しく追加されたクワトロさんですが、素の状態だと悲しいほどにギラ動画に攻撃が当たる気がしません。いくら式効果の範囲外だからって、10% って。お前それもうローマと命中率対して変わらないんじゃないか？ニュータイプで持ってるクワトロ、反骨心で持ってるローマ。え？元の数値もしかしてあんまり差ない？ローマの方が1レベ低い形になりますが、命中の差は3ですね。どうしてだよシャー。なんなら工事はレベル8の時点での命中が103なので、シャアより高いですね。お前本当にどうしちまったんだよシャー。見切りでごまかそうとするなよなシャー。なんでしょうね。アクシズショックで疲れちゃったんですかね。とりあえずシャアに関してですが、言わずもがな底力なし。そして技能のプレッシャーも効果がないので、ニュータイプと見切りだけで勝負していかないといけません。ぶっちゃけきつい。こう見ると普通にニュータイプ持ってて底力も持ってるウッソって優秀なんだなって改めて思う。ヨナも底力とニュータイプって意味では同じですが、ニュータイプの取得がイベントまでお預けなのでね。課長、前方の目標群を叩きます。衝撃砲1番2番攻撃用意。了解。連装衝撃砲1番2番攻撃用意。即興データ確認。相対速度合わせ。よし、撃ち方始め。敵を申し訳ありません。さてだいぶギラ動画が減ってきました。残り5機。そのうち後ろに抜けているのはあそこに見える1機だけなので、あれさえ落とせばあとはおおむね楽にいけると思います。ということでグリッドマンで突撃。無事に撃墜です。残りは手前に見える4機。こいつらの動き方次第ですが、少し撃墜する機体は選びたいところ。主にはコンバトラーで落としたい気持ち。必中欲しい。とりあえずちょっと無茶をして HP やらなんやら限界の機体たちは戦艦にしまっておきましょう。あとは全体的に無茶をする必要性が減ったので、後ろに下がります。レイアースは赤い稲妻を打ちすぎてエネルギーがないので、しっかりと回復。エネルギー回復あってもさすがに連発してたら切れてくるか。もう 10% エネルギー多く回復してほしい。さて後ろに下がったらなんか知らんけどギラ動画がみんな中央に突撃してきました。もうちょっとばらけてもいいのよ。ここまで固まられるとマップ兵器打ちたくなる。横に広いのあればいいんですけどね。みんな縦型なんだよな。ガンダムもどきは引っ込んでろ。これで仕留める。こちらと同様に必死というわけか。まだ私に役目があるというなら、これ以上はやらせん。完璧なタイミングだったな。炸裂ボルト膝蹴り。膝からボルトを飛ばすわけじゃないです。ちなみにこの炸裂ボルトはスパロボのやつなので、炸裂弾的なアニメーションです。G ジェネでは電撃を流し、スパロボでは炸裂弾を放つ。相変わらず安定しないで忙しいですね炸裂ボルト。ちなみにこのゲームだと炸裂ボルトは普通のビームサーベルぐらいの威力の武装となっていますが、バルカンなどと同様、敵の運動性を下げることができます。バリア持ちなんかの運動性を下げたいみたいな時には役に立つ、かもしれない。炸裂ボルトで本当に割れるんか？ところでこのフルアーマー百式界の戦闘アニメ、もっさりしていて評価が微妙な人が多いらしいですね。もっさりしているというより、ゆったりしてるって感じだと個人的には思っていて、スーパー系なんかだといい感じの戦闘アニメになるんだと思うんですよね。
ンサー、これで決まりだ。むしろ個人的にはこのツインランサーの音が軽い方が気になる。コンバトラーなんかは素早く動きすぎるよりゆったりしている方がいい感じするから、逆だったらなって思わなくもないです。いやカットイン多いの好きなんでこれも好きなんですけどね。戦闘アニメって難しいですね。さて龍馬のレベルが現在9。次のレベルまでまだ3300ぐらい必要そうだったので、応援をかけて落とさないとレベルは上がらなさそうです。まだリアンの分の精神ポイントが残っているので、それで応援を使って落とせば上がるかな？とりあえず HP ミリのギラ動画が1体残っているので、あいつは活かしておきましょう。サポーターのポイントが残っていないので、コンバトラーが必中を使うのは無理。となると援護攻撃に任せて落とす形になると思うので、できれば HP 少ない方が助かる。底力のせいで変に硬いからなこいつら。そんなわけでリアンで応援をコンバトラーにしよう。ついでに一応集中とかは使っておいて、援護攻撃はブライトに任せます。なんか当てたわ。まあ 39% はあったし。これブライトが落として撃墜数増やした方が良かった説。まあ何はともあれ、龍馬のレベルが10になりました。そして重蔵が必中、大作が不屈、小助が先見を覚えました。先見は指定した機体にひらめきを使用する効果。要するに官能のひらめき版です。必中は使えるけどひらめきを使う SP は消費したくない、みたいな時に便利ですね。この縛りだと割と出番のある精神コマンドかもしれません。ということで気がつけばラスト1体。最後は工事で仕留めていきましょう。調子に乗るのもここまでだ。マジンガーブレード。ダメだ。ということで敵全滅です。こういう敗北条件があるステージだと、やっぱりそれなりに面倒ではありますね。今回はギラ動画だったから良かったけど、もうちょっとでかくて硬い機体だったりしたら大変そう。ついにそれ以下になりました。いつものセリフももう言えません。ギロチンが可愛いことか？一人をやるか、大量にやるかの差ってことでしょうかね。まあそりゃシャアだけのこの子帰ってきたらこうなりますわな。でもまあシャアがここにいるってことはつまりですね、アムロももちろん生きてるわけで。アクシズショック後に普通に生きて帰ってきてるこの二人ってレアケースだよな本当に。ついでにカミーユの居場所もわかりました。樹洞は？木星付近うろうろしてるんじゃないですかね。なんでスパロボ30に出られなかったのダブルゼータ。ということでクリアです。
ようやくシャアを引き取りました。なお今後の出番があるかは不明。ということで今回はここまで。そろそろ年末ですが、配信やらなんやら色々やりたいことがあるので、今年中のスパロボ30の動画は多分あと1本ぐらいかなと思ってます。ということで、チャンネル登録や動画の高評価、Twitter のフォローなんかしていただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。認めたくないものだな。自分自身の若さゆえの過ちというもの。かつてそういった男も時が流れて大人になり変わっていった。だが時代が変わっても決して変わらない不変のものもある。スーパーロボット対戦、そしてそのプレイヤーたちの情熱、その熱さを持った人間たちが地球を守ることを私も信じている。